レバーに乗る。そう、本当に誰か持っててほしい。なめんなよこのビスが。さすが宝山だよ。キラーン。しろよ。待てよ。そうなの。最悪だ。こじらせハウスへようこそ。あきです。前回インターロッキングブロック施工が完了したこじらせガーデン。そこからいろいろあって約2ヶ月かかってようやくこの倉庫上等編をお届けすることができました。秋はめっちゃくちゃ感無量です。倉庫はね、まだ完成してませんけど、皆様本当に大変お待たせいたしました。まだ完成してませんけどね。倉庫 DIY がまさかこんな長い道のりになろうとは誰が予想したでしょうか。間が空いてしまったにもかかわらず登録者が減るどころか少しずつ増えてて、秋はもう本当に嬉しくて涙がありがとうございます。何はともあれ、今最初の工程、倉庫の土台を作っています。これはモヘ自作の縁台の骨組みだったものですね。使えそうなものは再利用していきますよ。まだインターロッキングが完成する前の状態に戻っています。この時はまだ6月、暑さはそれほどではありません。来たる真夏の DIY の天敵は太陽、雨、そして蚊です。もうすでに蚊と格闘しているようです。インターの下地用の大量の砂が邪魔になるのでどかしています。どっからどう見ても農作業中の人ですね。苦手な水糸張りです。秋は本当に紐系を結ぶのが苦手。何回やっても覚えられません。そして苦労して張った糸を自ら破壊していくスタイル。水糸張れました。土台を設置するための使い石を埋めていきます。水道管があるんだよね。基礎をモルタルやコンクリートで固める際は強度を維持するためブロックを必ず濡らしましょう。前回までに学んだ大事な教訓です。本当は前日から水につけておくのがベストらしい。かなり入念にない頭を酷使して計算に計算を重ねた結果、この使い石の高さをしっかり間違えることになります。インターの仕上がりより低い。これはあかん。後ろに見えてる使い石ぐらい出てて欲しかった。まあ今更何を言ってもしょうがない。しかし打つ手はあります。この基礎パッキンを柱との間にかませればギリ、本当にギリ地面より高くなり柱が水没する危険はかなり減ります。後ほどかませていきましょう。今回大量の木材はホームセンターで借りたトラックで運びました。夏ですね。時が経ち夏本番、そして魔の夏休みです。土台を作る前に倉庫を隠していた木材を外していきます。ハードウッドを使用しているのでとても重いです。はい、腰袋デビューでございます。こちら電気工事士技能試験用に購入し、試験当日大活躍しました。ここからは DIY で大活躍してもらいましょう。ちなみに試験の結果がすでに出ております。ここで発表させていただきますね。はい、合格。秋の脳内には早くもね、皆様からの祝福の声が届いております。もう先に言わせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげです。祝福コメントが一件も来なかったらめっちゃくちゃ恥ずかしいので、この辺でやめておきますね。ダメです。舐めちゃって舐めんなよこのビスが。はい、 DIY 最大の天敵と言っても良いでしょう。舐めビスです。ネジ穴が潰れて回せなくなることをビスを舐めると言います。舐めてしまったら最後このようにペンチで地道に外すしかありません。電気工事士技能試験セットの中に入ってたこれ、宝山のこれで
時間が鬼のように奪われる地味に効いてくるトラブルです。宝山先生さすがです。取れそうよ宝山先生。宝山連呼しておこう。お世話になったから。あ、取れたさすが宝山だよ。続いて倉庫の背中に当たる部分の柵を一部切り外します。少しでもメンテナンスをしやすくするためです。あ、ゆりちゃんヤッホー。今日も元気だねゆりちゃんは。いるいる。でリントスかなあれは。元気に育ってますよねリントスが。柱も縁台に使われていたものをそのまま再利用していますよ。倉庫の高さに合わせてカットしていきます。そうこうしているうちに夏の DIY 暑さに次ぐ第2の天敵、突然の雨が降ってきました。簡易的なタープを張っているためこのまま作業が続行できそうです。すんごい夕立ち。これは土台の金具と柱を留めるビスです。太いぶっといでっかいやつ、モヘジチョイスでございます。はい、おしゃれな DIY チャンネル風パートいかがでしたか？小さくて細いテロップに憧れる秋によるオマージュでした。いやでも安心してください。秋はこれからもでかくて太めのテロップをガンガン入れ、オシャンティーとは程遠いこの喋りをぶっ込み続けていきたいと思います。そうこうしているうちに再びビスを舐めてしまったようです。こんな土台から浮いてて大丈夫かな。何年かかんのこれ。こじらしハウス倉庫編なめねじ取り外しだけで動画5回分を大胆に尺を使用してなめねじ取り外し編をお送りしたいと思います。今回は 2mm 取り外すことができました。次回いけるか 5mm お楽しみに。誰が見んねんそんな動画。くそ本当に。なめねじ取り外し編で尺を使うわけにはいきませんので、当然大胆にカットしていきましょう。四苦八苦してやっと取れました。
が、一番角のこの柱の長さが少し足りず、土台が浮いてしまっているため外してやり直したいのですが、最後のビスも舐めてしまい、ガッチガチにはまってしまい、宝山先生でも取れません。はい、秘密兵器なめネジ取り外しビットが届きました。舐めて潰れたネジを簡単取り外し、こっちで潰れたネジに穴を開けて、こっちで外すらしい。真ん中の太さでいってみようと思う。よくわかんないから。全くですけどどういうこと？太いのでやってみるか。めっちゃ太いやつでやってみます。なんか今いけた気がするんだけど、ドドドドって言ったよね。取れたすげえこれ。マジであんなに軽回ってたのに、ちょっと感動なんですけど。めちゃくちゃネジ舐め散らかすから、これからも。これ最高じゃん。これなめネジ隊のみんな、これ最高だぜ。いやすごい、これ好き。心強い味方がまた一つ増えました。土台が完成しました。続いて床になる 12mm ベニヤを貼っていきます。大丈夫ですか、カメラさん。カメラさん大丈夫ですか。毎回カメラを倒してますけど、さすがは日本が誇るソニー。今のところ何の不具合もなく無事です。土台が完成しました。お好み焼きになるかと思ったわ。めっちゃ熱いよ。鉄板鉄板。ちょっと昼休みすぎたら日陰がなくなってた。なんで真夏にこんなことしてんだろうね。続いて壁になるパーツを 2x4 材で組み立てていくんですが、まずは木材と木材をつなぐために大量に木を切りかきます。ちなみに今回倉庫の骨組み設計段階でモヘジの助言は一切仰いでおりません。つまりはポンコツど素人によるはちゃめちゃ設計となっておりますので、あまり参考にされないようご注意願います。そしてご期待通り、この後建築士モヘジによるツッコミが要所要所で入りますので、お楽しみにしていてください。木の切りかきに関しても画角外ですが、なんでこんなとこ書いたとボロクソに言われてますので、ご了承くださいませ。なぜ毎回失敗し続けてるのにプロに聞いてからやらんのだというご意見があるとは思うんですが、モヘジはまず初心者に優しく噛み砕いて教えるという概念が欠如しているため、あまりの小難しさにもうやる気がなくなっちゃうんですよ。8割方何言ってるかよくわかりません。この DIY はね、秋のやる気によってのみ突き動いているんです。秋のやる気がなくなってしまったら、このチャンネルもなくなってしまうので、そこはもう皆様諦めてください。大丈夫です。秋が設計した倉庫はきっと100人乗っても大丈夫です。知らんけど。それから木を切りかくのって意外と楽しいんですよね。丸ノコが一定の深さを保ってくれるので、素人でもとても簡単です。すべての金物がとんでもない温度になっている。しまった。同じやつやっちゃった。記憶がない。11.5 あるじゃん。もう全く記憶がないってどういうこと。背中のパーツが組み上がり、
記憶喪失挟みまして筋交いがポイントとなる側面に入りましょう。このあまりある暑さのせいでしょうか、普段からネジが足りない秋の記憶装置がより一層危うい状況になっております。そこへ来て追い打ちをかけるようになめネジに次ぐ DIY 第2の天敵、木の反りとねじれにやられています。すごい歪んでる。やばいなこれ。すっごい歪んでる。これそのまま棒にくっつけてしまえばいいものなのか。しまえばいいか。あさりつけて。この歪みが後々どのような影響を及ぼすのか分かりませんが、余分な材料はないのでこのまま進むしかありません。木って意外と柔軟性があるんですよ。意外とね、強引に修正できたりするんですよ。柔軟性を信じましょう。きっと大丈夫です。ひでえな。割れました。こちら大丈夫じゃない場合の例となっておりますので、皆様目にしっかりと焼き付けておいてください。信じて裏切られて人も木も味わい深くなっていくんです。そういうもんですよね。割れた木は筋交いに使うことにします。筋交いをくっつけるための筋交い用金具を意気揚々と取り出しますが、ちょっと待って、何これ衝撃。見たことないんだけど、こんなの何で生徒プラスでもマイナスでもない、なんじゃこりゃ。何ネジっていうのこれ。なんと何ネジかわかんないこのネジに合うビットが普通にありました。常識なんだろうか、建築業界では。このビット素人目が案件ですね。これは間違いなく。名前出しときます、後で調べて。反対だった。筋交いつけたことでこのとんでもない反りがちょっと収まりました。前の正面の部分の壁を作ってなんか思ってたのと違う方をやってた。ねえもうやり直しです。やり直しです。もう何してんのよ。こっちやってるつもりだったんだけど、この棒がこっちのやつだった。やだやだ、後戻り。二度手のバカ。でも待って、こっちはいい。こっちは付け直さなくていい。こっちは相変わらず一歩進んで5歩下がるミジンコスタイルで進む DIY。 それでもちょっとずつ前進はしているはずです。くそー、逃げられた。ロングネジ。これで行くしかないんや。涼しいんだろうな、白川郷は。灼熱のガーデンを飛び出し白川郷に行くことは叶いませんが、代わりにマキタの扇風機が秋の汗を吹き飛ばしてくれます。そう、本当に誰か持っててほしい。助けが欲しい時に助けは来ない孤独な DIY ヤーの宿命です。全然隙間空いてるやん。意味がないです。こいつでこう言って閉めよう。その代わり秋をいつも助けてくれるのは
優秀なビスとクランプ、そして工具です。どうしても埋まらなかった隙間が超ロングビスによって埋まったこっちから止める、これ外さなくてもいいか。そしてやっとようやく全ての壁が組み終わりました。明日からいよいよ上等に向けて壁を建てられると喜ぶ秋。まさに今この時、世間ではまさかの事態が巻き起こっているとも知らずに、緊急で動画回してるんですけど、もうこれ言えただけでもういいわ。終わって、本当に冗談置いといて緊急なんですよ。南海トラフ注意情報が明けました。解除されました。やっと作業が再開できますが、見てください。昨日めっちゃくちゃ雨が降ったんです。台風の影響で。ようやく注意報が明けたところに出花をくじく大雨が襲来。水がビニールシートを貫通し、木材が濡れてしまいました。いや、若干じゃないな、これは。乾かそう。木材が乾いたので壁を建てるため長男を召喚。何かっこつけて触ってんの。エヴァに乗る。シンジ、エヴァに出なければ帰れ。前が乗れ。父さん。これは長男なりの励ましのつもりなんでしょうか。土に帰れ。それともただの中二病でしょうか。おそらく後者でしょう。中1ですけど。息子よりこっちの方が使えるかもしれん。結局謎に怒り言動を発動しただけの長男。クランプを持つというせめてもの大仕事を与えておきました。中二病が完治したらきっと頼れる男になってくれることでしょう。今回本来の位置に固定してしまうと背面を仕上げるのにスペースが足りなくなってしまうため、まず人が入れるスペースを確保し、少し前に出して仮止めします。そして先に背面だけを仕上げてから本来の位置に戻します。仮止めが完了したので桁を取り付けます。通常木造の建物を建てるとき、骨組みが完成したらすぐさま取り付けるのが屋根です。屋根がないと全てが濡れてしまいますが、今回このような特殊な工程で進めているため、屋根をつける前に背面の石膏ボードやベニヤを貼らねばなりません。木材もですが、それ以上に絶対に濡らしてはいけない石膏ボード。職人さんならば1日でなんとかなる作業量でしょうが、ここはポンコツど素人主婦が一人で動かす現場。全てが初めての作業。一つ一つの作業に莫大な時間を要します。早く屋根までたどり着かないと、またいつ雨が降るかもわからない気持ちだけが焦りますが、この時秋にはその気持ちにどうしても追いつけない体の異変が訪れていました。それはめまいです。これはメンバーシップ動画用に初めて大きなめまいが起こった時の状況を説明している様子です。脳みそを誰かにこうガッて掴まれて左回りにぶん回されてるみたいな感じになって、でパソコン、これがパソコンだとしたらここに頭をガンって、これが秋の頭だとしたらぐるーんってなってパソコンにガンって頭を打ちつけられて、助けてってなって、たまたまモヘジがいたんで、なんだみたいな感じでモヘジがやってきて、こう支えてね、和室まで連れてってくれて寝かそうとしてくれたんですけど、座って一点を見つめることしかできなくて、で一点見つめてたら止まったんですけど、実はこの倉庫の土台を設置する前、電気工事士の短期集中猛勉強の段階でもう発症しており、試験が終わりほっとしたタイミングで大回転が起こりました。この倉庫はそのめまいの合間を縫ってだまし進めている状態でした。いろいろ病院を受診していますが、今のところ解決に至っていません。そんな状態に加え連日の猛暑、昼間はまともに作業もできません。焦る気持ちが増殖していくだけです。しかもこの先雨予報が出ています。動かない体を呪いながら泣きたい気持ちでモヘジにどでかいキャンプ用タープの設置をお願いしました。とりあえずの雨はこれで防ぐことができます。しかも TC タープなのでビニールタープより濃く涼しい日陰を作ることができます。日中でも体調が良ければ作業できるでしょう。これで一安心、焦る気持ちが少し収まりました。この日は休日、背面の石膏ボードを張っていると、何やら屋内から親方のツッコミが聞こえてきました。
なんか体格測ってからボード張れよっていうわけのわからないこと今言われてるそっかしめんな。今測ったとして何ミリまでのズレなら許せますかね。1ミリ。1ミリ。素人ですよ。パーフェクト素人ですよ。5ミリでお願いします。計算して5ミリ、体格で5ミリ違ったら頭何ミリ倒れてる3ミリ違った。3ミリ。親方3ミリです。まあ OK 許す。よっしゃ、お許しが出ました。よかった。みんな体格を測ってからボードを張ろうね。知らんけど。もしここで激しいズレがあったら、きっと全てのビスを外してやり直しになっていたでしょう。恐ろしい。9ミリ相手の1個目が一番上は屋根を支えるたるきが通る部分を加工してから取り付けます。本来と順番が逆なので、全てがややこしい。苦手な計算をたくさんしなければなりません。あれ、みんなに悩んで考えたのにやっぱり違った。なんとかボードを貼り終わったので、糖質防水シートを下から貼ります。ダイソーのタッカーが若干心もとないですが、止まったのでよしとしましょう。やっと順調に進み始めたと思った矢先、またしても不測の事態が襲いかかる。昨日の夜、大雨嵐が来まして、計算見たらとんでもないことになってました。失意のどん底にいるんですけど、今タープが外れてむき出し、ずぶ濡れ。しまった、これ出しっぱなしだった。だだ濡れ。もう雨ざらし。もう意味がないですね、これ。全くもう最低。もう最悪。最悪だ。マキタはタフだね。全然壊れてないよ。あれちゃんと乾かせば大丈夫かな。っていうか乾かすしてやるしかないよね。明日ね、台風が来るんすよ。踏んだり蹴ったりなんですよ。明日台風なんだって。直撃なんだって。台風、今度は台風です。タープをぐるぐる巻きにしてます。もうかれこれ1週間ぐらい作業停止してる。ほんと見放されてるわ。 DIY の神に。地震、めまい、そしてなかなか去らない長引き台風。勘弁してください。永遠に完成しない気がしてる。もう全然濡れてないぞ。よし。もう無事じゃん。
背面が完成し、いよいよ倉庫本体を本来の場所に戻す時が来ました。先に屋根を乗せなかったのは、この時のためになるべく軽くしておきたかったからです。屋根が乗ってたら一人では動かせなかったかもしれません。ちょっと動いてる動いてる。本来の位置に収まりました。草むしりおじさんいた。前面の壁を取り付けていきましょう。すげえな、そんなにめちゃめちゃ高いだろそれ。これ1200円ぐらい。そうだろ覚えていますか？とんでもない反りと戦った側面の壁、その歪みがここで牙を剥きます。ひどいひどいよ親方。こんなにずれてる。糸？水糸？大丈夫じゃない。ビットが抜けないんだけど。なんで？錆びてるからじゃない？雨の中外に置いてたりとかするからじゃない？しまわずに。そうだよね。そういうことするね。ダメだよね。こっちに縫って。どうこっち側に縫って。ほうほう。いつものごとく要領を得ないど素人に苛立ちを隠せない親方。しろよお前。待てよお前。待てよ。もへたく出たね、もへたく。もへたく出たぞ。あ、今じゃないの？くしくも今まさにロングバケーション、ピアノが弾けない屈強なもへたくにより、とんでもない歪みが嘘みたいに矯正できました。もへたくのおかげであんなにずれてた木がぴったり止まりました。嘘みたい。もへたくすげえな。しかしここでもへたくにより第2のちょ待てよ入ります。屋根を支える前面の桁を書く設計になっていましたが、もへたくによると桁は強度が落ちるから書くなとのこと。背面の桁は書いちゃったけどまあいいか。急遽丸ノコで本体の柱側を切らねばならなくなりました。ポンコツ設計士のおかげで次々危険な仕事を強いられる親方。そこへ来てさらなるおっちょこ事変が親方に追い打ちをかけます。親方が柱を書いている間に少しでもできることをやろうと、取り付ける桁に防腐塗料を塗る準備をしていた秋。全部こぼした。塗料ぶちまけた。アホなの？アホなの？ちょっとカメラ借ります。めっちゃこぼした。ガターンってなってる。あーってなってる。どうするこれ？これすぐ流した方がいい？全然流れない。さすがオイル塗料。ちょっと待って。逃げて。
もはやモヘタクでもキムタクでもない本気のちょ待てよ出ました。臭いですねこの人は。逃げた逃げた逃げて取れました。お父さんの新車をねあれがね新車関係ないって。新車なの油性のものを皆さん水で流さないようにしてくださいね。自宅の中だけでほら被害をとどめてるから。うちの排水口には流しちゃダメですよ。排水口にはここだけで止まってるんでね、まだ迷惑はかけてません誰にも。水はけがいいですねこの家。油はけがいいですね。喋るな喋るなと言われました。よしよしよし事なきを得たぞ。順調にね、めちゃくちゃ順調に進んでるんでね。この桁を取り付けたらいよいよ上等となります。倉庫の上等とともに波乱に満ちたこじらせハウスのロングバケーションもようやく終わりを迎えます。どうぞ。ここが墓場にならないように祈っといてくれ。